ペンダコ。ボンジュートゥルモンモアッセペンダコ先生。皆さんアニメ好きですよね。今回は漫画を描く人に僕のおすすめアニメを3本紹介します。漫画とアニメに何の関係があるのか疑問に思う人もいるかもしれません。プロの漫画家も様々な作品の影響を受けながら自分の作品を作っています。映画やアニメといった様々な表現に触れることは重要なことです。今回は3つ漫画制作に役立つと思うアニメを紹介します。3つの作品の特徴を紹介しておくと、1つ目、ジブリ作品。名作 SF アニメから1つ、チェーンソーマンにも影響を与えたスーパーアニメーターが大集合したアニメ、アロー・セッパーティ。ペンダコ。まず1本目、1993年、海が聞こえる。スタジオジブリといえばトトロやジジのような魅力的なマスコットキャラクター、ハウルや千と千尋のような行ってみたくなるファンタジックな世界観ですが、海が聞こえるにはどちらの要素も出てきません。ではなぜこのアニメをおすすめしたいのか。それは日常的なキャラクターの物語であろうとも遺憾なく発揮されるスタジオジブリの演出力の高さ、背景美術の美しさを皆さんにも見てほしいんです。この後解説する演出のテクニックは漫画にもそのまま応用が効くことなんです。自分の描いている漫画の絵がなんだか単調だなと感じる人はぜひ注目してください。あらすじとしては、主人公は田舎に暮らす高校生。ある日、東京から転校してきた女の子をきっかけに、主人公の友人関係や学校生活に変化が起きていく。さて、このアニメで注目してほしい箇所は、キャラクターの会話シーン。カメラアングルが単調だと退屈な印象を与えてしまいます。この作品で効果的に使われているのは、ガンのショット。会話をしている状況を分かりやすく伝える効果や、キャラクターの感情、表情を強調するのにも使えます。ショットのバリエーションがないと何が大事な情報なのか読者に伝わりません。コミュニケーションの結果やキャラクターが何を感じたのかも伝わりにくいです。だから適切なアングルを選んで会話を演出することが重要になります。また、都会と田舎の対比を見せるためにこんな工夫がされています。田舎では広さを感じさせる横長のオブジェクトが背景に多く描かれています。都会では建物の高さを表現するために煽りのショットが多いです。ついキャラクターだけに目が行きがちですが、アニメを見るときはカメラのアングルや背景にも注目してみてください。アニメの模写をすることは漫画制作に役立ちます。なぜなら、そのショットがどのように機能しているのか理解することで、あなたの漫画にも表現の幅を作ることができるからです。はい、では2本目。カウボーイビバップの20話、道化師のレクイエム。1998年に放映されたテレビシリーズで、海外での人気も高いのでご存知の方も多いと思います。そのカウボーイビバップから今回おすすめしたいのは20話。この回はですね、とにかく演出がうまいんです。この回のあらすじを簡単にお話しすると、主人公は凄腕の賞金稼ぎ。そんな主人公よりも強い謎の殺人鬼に命を狙われます。殺人鬼の正体とは、主人公は危機を回避することができるのか。とってもシンプルなお話ですが、前編を通して恐怖と緊張感の演出がめちゃくちゃうまいんです。まずはほとんどセリフなしで展開していくイントロダクション。言葉での説明に頼らず、戦いの緊張感や敵の強さを表現しています。そこには様々なテクニックが使われています。例えば主観ショットを使ったり、壁に映る影でアクションを見せたり、初めの6分の戦いだけでも必見です。25分の中に緊張と恐怖を煽る演出がこれでもかと詰め込まれています。なのでぜひ2回見てほしいです。1回目は楽しんで、2回目は
使われているショットの理由を考えながら見てみてください。今回は20話を紹介しましたが、Netflix で全話見ることができます。お時間のある方はぜひ見てみてください。では最後の3本目、私の一番好きなアニメです。チェンソーマンにも影響を与えたスーパーアニメーターが大集合したアニメ、フリクリ。2000年に発表された全6話の OVA 作品です。なぜこのアニメをおすすめしたいのか、私が大好きだからというのは半分冗談で、この作品の魅力はキャラクターやストーリーの書き方とかいろいろあるんですが、一番伝わりやすいと思うのはアクションシーン。とにかく動く、かっこいい、そんな刺激的なアクションがこれでもかと詰まっています。もしバトルシーンの演出に悩んでいる人がいたら、この作品を見ることであなたのイマジネーションは絶対に広がります。個人的にもこの作品が好きで、関連書籍を一通り持っています。原画集、設定資料集、ディレクターやアニメーターが作品を解説する本。この作品の魅力としてアクションシーンを挙げましたが、その理由はこの作品が作られた体制が関係しています。このアニメはガイナックスとプロダクション IG という2つのスタジオが協力して制作しています。それぞれの制作したアニメ作品はこんな感じ。それに参加しているスタッフも今では考えられない豪華さです。例えば吉成洋さん、1話の戦闘シーンを担当しています。リトルウィッチアカデミアの監督ですね。今石さん、5話の絵コンテ戦闘シーンを担当しています。グレン・ラガンやキルラキルの監督です。西尾哲也さん、ナルトのキャラデザとかたくさんの素晴らしい仕事をされています。他にも今では考えられないアニメ界のスターが何人も参加しています。キャラクターが縦横無尽に駆け回るダイナミックなアクションから、メカや瓦礫が飛び散る細かな表現まで様々なアクションが楽しめます。物語の語り方や演出、キャラクターなどどの要素をとっても個性的です。なのでこの作品でしか得ることのできないアニメ体験を提供してくれます。チェーンソーマンへの影響としてはネタバレになるのであんまり詳しく言えないですけど、主要キャラの目的や関係性には共通点が見出せます。以上はちょっと言えないかな。気になる人はぜひフリクリの6話まで見てみてください。今日は漫画を描く人におすすめのアニメを3本紹介しました。構図や制作スタッフに注目してみるとアニメをより楽しむことができると思います。ちなみにあなたは今どんなアニメを見ていますか？よければコメント欄で教えてくださいね。この動画が役に立ったと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アビアント。